歴史書に魔法植物辞典に古代呪文語の原書、小動物図鑑や獣医学の論文書、借りる本を厳選していたら教室に戻るのが遅くなってしまった。授業の前に教科書を確認したいのに。お、リードルくん、やっと戻ってきたんすね。図書館で見かけたって話は聞いたけど、図書館では死後現金だよって言われそうなんで、教室の前で待ってたんすよ。賢明な判断だね。ところで用事は何だい？そろそろ予令が鳴る時間だ。手短にお願いするよ。時間は取らせないっすよ。明日のリドルくんの誕生日パーティーにお呼ばれしたいなーってだけなんで。お目当てはパーティーで出る料理か。君の食い意地は相変わらずだね。パーティーへの参加を禁止するルールはない。ただしマナーは守ってもらうよ。保存容器の持ち込みは予令が鳴ったから教室に戻らないと。じゃあリドルくん、また明日。逃げられてしまった。明日の放課後までに改めて注意事項を伝えておかなければね。最近はボーパル号以外の馬とも息を合わせられるようになってきた。上達の手応えを感じるな。学業でもこれまで以上の成果を出さなければ。おや？彼はフラミンゴの餌やり当番だったな。なぜ運動着を着ているんだ？しかも背中に鳥の羽が。はっ！そこの寮生！ハートの女王の法律第249条を述べろ！その通り、フラミンゴの餌やり当番はピンク色の服を着用すること。分かっているのに運動着で餌やりを行ったね。言い訳は結構。違反者には罰を与える。そこの君たち、その道具、もしや庭でクロッケをしていたのか？ついさっき勝敗がついて戻ってきたところ。なんてことをしてくれたんだい！ハートの女王の法律第346条。午後5時以降は庭でクロッケをしてはならない。現在時刻は午後5時43分。違反した君たちには相応の罰を受けてもらうよ。ふぅ、今日もハーツラビルのためによく働いた。シャワーを浴びた帰りにもハートの女王の法律の違反者に出くわすなんて。ガウンを羽織っておこう。夜8時以降に蜂蜜入りレモネードを飲んでいた寮生は今月これで3人目。取り締まりを強化すべきだろうか。明日以降改めてトレイに相談してみよう。気を取り直して今日のルーティンに着手しないと。部屋に戻って一人になった途端になんだか胸のあたりがざわざわしてきた。シャワー後のストレッチに取り掛かるのがいつもより7分遅れたせいだろうか。きっとそうだ。小さな頃からの習慣だし違和感が生じても無理はない。早速長座体前屈から。今日はいつもより伸びが悪い。寮生を指導している間に体が冷えたせいかな。しっかり体を動かして血流を良くしないと。ストレッチをしても気分転換できなかった。この理由はおそらく、いや、考え事をしている暇はない。早くこれを片付けて勉強に取り掛かろう。かねてからの不満と要望を伝える機会があってよかった。図書館で借りられる本の上限を10冊から50冊に増やしてほしいと。
ナイトレーブンカレッジには一般には流通していない希少な本も多数収蔵されているのに、あまりに貸し出し冊数が少なすぎる。今日も借りる本を選んでいたせいで教室に戻るのが遅くなってしまったし、時間を効率的に使う意味でもルールを変更する意義は大きいはず。さ、イレギュラーな作業も終わったことだし、いつも通り勉強に着手しよう。まずは魔法解析学。今授業で取り組んでいる単元の応用問題を。該当箇所は参考書の98ページから103ページ。制限時間は今から20分。スタート。全問正解はしたけれど、最後の問題を解くのに手こずってしまった。解き方は理解できたと思うが、来週改めて取り組んで完璧に身についたか確かめよう。次は魔法薬学。今日の授業で軽く触れられた薬草と見分けがつきづらい毒草の特徴を書き出す。次、古代呪文語の難読単語をノートに100回ずつ書き写す。次は動物言語学。月種類の発音練習。あとは魔法師の勉強を終わらせれば今日の予定は完了だね。さて、昨日の続きから、あのハリネズミ大丈夫だろうか。今朝は元気がなかった。何かあれば世話当番が対応するはずだけど、念のため今から様子を見に。集中しろリドル・ローズハート。やるべきことの最中に考え事なんて許されない。年表に基づいて一連の流れを整理していくぞ。今日は神王が即位したところから。即位の翌年、各地で深刻な水不足が起きる。王はハリネズミじゃない、市民に水源の調査を命じ、報告に基づいて大規模な水路整備工事を実施。ハリネズミじゃなく、水不足を解消した功績により水源は王の名を取りハリネズミ湖と名付けられる。よし、就寝時間5分前だ。明日の持ち物を準備してベッドに入ろう。なんだこの音は。何が落ちてきたんだ。本。どうしてこんな山積みに。音の正体は目覚まし時計。普段は決まった時間に目が覚めるからセットしていないのに、いつもの起床時間より1時間も早い。規則正しい僕の朝がめちゃくちゃだ。一体誰がこんなことを。本も時計も昨夜の僕がやったことか。まだ頭が寝てるな。目を覚ますためにも早く身支度をしよう。洗面は洗面室で、何事も用途に適した場所で行うべきだ。楽だからと部屋で済ます人の気が知れないよ。まずは軽く髪を整えよう。この状態で前髪を上げたらさらに変な癖がつきかねない。寝る前にしっかり乾かしても寝癖がついてしまう原因を今度突き止めないと。さて、ヘアバンドを。ケイトにもらったヘアバンドを使い始めてしばらく経つけど、どうにも違和感がある。ずっと無地のものを使っていたせいかな。髪を上げる目的は果たせているからいいけれど。さあ、洗顔だ。しっかり手を洗ったら、手のひらと石鹸を空気を含ませながらこすり合わせて、指先を使って細かい泡に仕上げる。これでよし。やっぱりこの石鹸は香りがいいね。洗顔後は保湿をしっかりと。化粧水は500マドル硬化剤を手に取って肌に均一になじませる。
化粧水に一緒にご使用いただくことをお勧めしますと書かれていた保湿美容液はスポイト2滴分。全体になじませたら、これも同じメーカーの日焼け止め乳液を説明通りムラなく丁寧に塗り広げる。仕上げに日焼け止め効果のあるリップクリームを塗って、いつも通り完璧な仕上がりだ。日に当たるとすぐに肌が赤くなるし、唇も普段以上に荒れやすくなる。肌や唇のダメージを防ぐためにも毎日の保湿と紫外線対策は欠かせない。いつもよりちょうど1時間早く洗面室を出られるね。制服に着替えたらハリネズミの様子を見に行こう。あの子のために借りてきた本は深夜に読み込んでおいた。何かしら対処はできるはず。このために1時間早く起きたんだ。これならいつもの朝自習にも差し支えないし、もちろんハートの女王の法律にも違反していない。完璧な誕生日だね。ラギー、今僕の姿を見てキビスを返そうとしなかったかい？いやー、お祝いの言葉はパーティーの時まで残しておきたかったんすけど、ここで会っちゃったら言わないわけにはいかないっすね。リドル君、誕生日おめでとう。ありがとう。そしてパーティーの件だけれど、保存容器は決して持ち込まないように。しっかり釘を刺されちゃったか。ま、腹いっぱい食えればそれでいいっす。ルールを守ってくれるなら歓迎するよ。ではまた放課後に。